原木の定義としてはウマメガシとカシ類。釜の中から熱いまま出してきて外で消化した炭のこと白炭とも呼ばれるけど、普通の木炭は釜の中で冷まして冷めた状態を出してくる。火力と日持ちが全然変わってくる。あと備長炭は練らし作業っていうのがあって、その時にガスが抜ける木、結構独特な匂いがない、火をつけた時の。ホームセンターとかにあるような木炭は火をつけた時に煙が出たりすごいガスの匂いが出るけど、それが少ないから食べ物に匂いが移らないっていうのと、火力が強いのと遠赤外線効果があって美味しく焼けるっていう。29か30ぐらい訳あって退職することになってぶっちゃけクビで迷惑もかけてしもうて、無職ってやばいと思ってすごく悩んじゅう時期やって、なんか地元はすごい出たくて、地元離れたくていろいろ考えよったけど、やっぱ金銭的なこと考えたら地元に残る方がいいなと。けどもう30ぐらいやったし仕事もなかなかないし、どうしようみたいな。地元が嫌いとか好きとかじゃないけど、なんか良くも悪くも田舎の対人間との距離感ってすごい近いやんか。それが多分ちょうど悪い方というか、距離感の近いのがしんどいなみたいな。友達伝いで炭焼きの窯出しのアルバイトに呼んでもらうことになって、地獄やったね。夏初めての窯出しやったき、もう暑いしなんだこれはとなんちゅう仕事やと思って、一回ね途中でリタイアしたかな。もう脱水、で 2,3 ヶ月ぐらいそんなん続ける時に、もともとなんか自分で、できたらいいなっていうのもあったし、腹据えて修行して独立したいなって思ってきだして、頭下げて修行させてもらった。もう年も年やったし、ここで腹決めてやるしかないみたいな。この仕事をする前から木は切っちゃらないかん、山のためにっていうのを聞いたことはありよったがやけど、まさにそれで、全然手が入ってない山の中入ったらやっぱりもう枯れて倒れた木とかすごい多くて、やっぱり人の手を入れないかんなっていうのが。こいつらも枯れたまま。原木は確実に少なくなっていくと思うのと、あとウマメガシとカシに限って言えば、すごい今虫が原木に入っちゃって木が枯れていきゆき、カシの長木食い虫やったかな。小さい木には全然入らんがやけど、ちょっと大きくなってきた木に入る木、できるだけ早く一回切っちゃうことが大事じゃないかなとは思うけど、だいたい根元から切るがやけど、切り口からまた芽が出て、それから育っていくっていう、また炭にするのに適した大きさ、だいたい30年から40年かかるとは言われる。だから今自分が切りゆうとこは、僕は現役の時には多分もう切ることはない。遠くから見て、あそこウマメがあれウマメやなと思ったら山の中入って、どれぐらい量があるかなってまず探す。入ったらその原木を切って出してこれるかどうかを考えないかんき、
道がつけれる山かどうかとかを見ながら持ち主を探すと。山のもうね、市役所行って切り図を見せてもらったりとか、だから手前からこう持ち主を探して、この隣誰やろうとか、けど全くもう分からんとこもあるし、その持ち主が亡くなって全然引き継がれてなくて、自分が山持っちゅうことすら分からん人もおるし、山主のとこ行ってだいたい原木がこれぐらい歩き、これぐらいの値段で売ってくれませんかで、あと道つけていいですかっていう、だいたいもう道がついてないような山の中やき、運搬車で運んでこれるように道をつけないかんって。この斜面がずっとこう来て、もっと大きい谷になってもう水が流れるように。道をつけるのが怖い。もうそこまでようやらんけど、もう何回も死ぬって思うかな。インボ乗っちゃったらもう下向きにつける時はもうこうなっちゃうし、切り株抜く時に滑ってその反動でこうグラってなったりとか、もう心臓がもうキュンってなるで、亡くなった人もおるし、倒れたけど骨折っただけでよかったっていう人もおるし。近所に神社があって、なんか山の神様も祀っちゅうみたいで、そこに手を合わしに行ったりは、怪我が続いたりとか、自分じゃなくても他の炭焼さんとかその木こりさんとかが怪我とかがあったりした年とかは特に行っちょこうと思って。みたいな可能性とかってある？あるあるある。何回もあった。やばい、次の山がやばいみたいな。次の山が見つかるまでちょっとかわしてもらったりとかで、なんとかこう仕事は止まらずに今まではやってきたけど、きつくなるよね。だから菓子に切り替えるか、まだうまみ菓子より菓子の方が残っちゅうき、多分炭焼さんはできるだけうまみ菓子を終えたいけど、うまみが終わったらもう菓子を終えるのか、どっか売ってくれるとこを探すのか。備長炭を必要としてくれるお客さんがおる限りはやっぱ必要やと思うし、ずっとね必要やって思ってもらえるような炭を焼かないかんとも思うしぶっちゃけ言ったらそれなりの収入にはなる。やっぱ田舎ってどこも賃金って安いとしたもんやんか、なんかどんな仕事でも。だけどこの田舎の中じゃ全然給料的には山が手つかずになるよりは、自分らみたいな炭焼きっていう仕事があって山へ入って木を切ってあげた方が山にはいいと思う。山の手入れしゅう人とかって全然少ないと思うき、これから余計少なくなっていくと思うき、杉とかヒノキの値段が安かったらやっぱ持ち主が何もできんっていうか、今ほとんど手つかずになっちゅうがじゃないかな、植林が。ここの地区も結構植林が多いがやけど、ほぼ手つかず、やっぱり間引いたりするほどの値打ちがないというか、赤字じゃね、やっぱり。で何十年前かに国が推奨したがやもんね、子供の世代孫の世代になったら値打ちが出るって言っていろ
ろんなね選択肢はあったわけやけど、今はこの仕事がものすごく好きやき、この仕事についてよかったなとは思い自分が多分上手にやれるようになったのかな。いいことも悪いこともすぐ広まるし、嫌なこと言われた時にも全部受け止めよったというか、もう自分の気持ち的にいちいち反応しよったがやけど、それをこう受け流せれるというか、もう言いたいやつには言わしとけじゃないけど、なんかすごいいい仲間がおって、でそのメンバーも全員職人やし、その中で切磋琢磨できるき、他からなんか批判されたりとかいろいろ言われても全然気にならんなったっていうか、自分の中でちゃんとしたこだわりができたき、何を言われてももう気にせんというか。